富士スピードウェイで GT マシンのテストを終えた土屋圭一は休む間もなくアメリカへ飛んだ。その訳は日本で初めて開催される本格オーバルでのストックカーレースに備え、一足先に本場のレースを体験。慣れないコースで互角の戦いができるようトレーニングを積むためだ。こちらがお世話になるデイビスレーシング。それでは本日はシート合わせです。オーナードライバージェフ・デイビスの本業はレーシングカートのホイール製造。ストックカーへのチャレンジは5年目。今年のランキングは現在8位。もちろん今回も土屋と一緒に走る。土屋のマシンは2000枚までジェフが使っていたもの。足が長いわこの人は。早速外国人サイズをジャパニーズサイズに変更。できるところは自分でやる。 OK。 オーナードライバーのチームだからやりやすいよね。ここでそのオーバルに対する車のセッティングの仕方を、全部は無理だろうけどちょっと覚えて、で茂木に行かせればいいかな。翌日いよいよサーキットへ乗り込む。でかいわ、でかい。とにかく茂木の何倍あるだろうねこれ。もうね、その駐車場のでかさとんでもないぐらいあるよこれ。5、6倍はあるかな。空はねどんより晴れてるね。昨日もこうだったけど。こんな感じで中行ってみたいと思います。ロサンゼルスからおよそ1時間、97年にオープンしたばかりのカリフォルニアスピードウェイは1周2マイルの超高速オーバルとして知られる。サーキットの周辺はもともと砂漠地帯。その上アメリカで続く熱波が経験したことのない暑さとなって土屋を襲う。ところで土屋が出場するレースは西海岸を中心に転戦するナスカーウエストと呼ばれるシリーズで、最高峰のウィンストンカップには及ばないが、今の土屋にレースのランクは関係なし。オーバルコースを征服するため気分はフレッシュマンで体当たりだ。速く走りたい、そんな土屋の気持ちとは逆にマシンの調整が遅れる。そして練習走行終了の30分前、コースに飛び出た土屋は待ち構えていたジェフの後につき、まずはライン取りを覚える。横向いた。なんであんなので横向いちゃうんだろうな。ねいきなりですか？いきなり横向いた。上行き過ぎてるからいきなりオーバルの洗礼を受けた土屋。幸いにもコンクリートウォールへのヒットは逃れたが、原因はすぐさまショックの調整不足と判明。直ちにパーツの交換が行われた。5周しか走ってなくて予選、車も分かんないけどコースも分かんない。どうにでもなれと。少々投げやりモードの土屋。そして予選は始まった。ところが5台のアタックが終了した時点で後続のマシンが整列しておらず続行不能。このルーズな行動に激怒した主催者はなんと予選をキャンセル。グリッドは昨年の実績によって決められ、土屋は30台中24位と初出場の中ではトップの位置を与えられた。そして翌日、コースでは人気上昇中のトラックレースとウエストよりは格上に当たるブッシュシリーズの予選が朝からヒートアップ。土屋の予定は午前と午後に練習走行があるので、明日の決勝まで残された時間はわずか。人の走りを見たらすぐに実践。
真っ先にコースインしガンガン走り込む。だんだん慣れてきた。30分の走行を一度も休むことなく走り続け、一気に34ラップを消化。いや、だんだん慣れてきた。3ターンが分かんないね、進入速度がね。1ターン2ターンはまあそこそこに人並み。タイムも安定し一安心と思っていた矢先、今度はエンジンにトラブル発生。第3ピストンが焼き付いていたのだ。これを知ったジェフはすぐに新しいエンジンを手配してくれるが、午後の練習走行には間に合わず。走らなければいけない時に走れない。ドライバーにとっては一番無駄な時間をまたしても過ごさなければならなかった。決勝の朝、エンジンは新しくなっていた。それも現在のウエストシリーズで最高のチューナーと言われるラッシュレーシングのエンジン。これでパワーは問題ない。これで決勝が始まりますけれども、足回りの確認もエンジンの確認もできないまま、ぶっつけ本番の決勝ですね。まあ、だけどもうこんなことはね、レースやってたらしょっちゅうあることじゃないかなと思うので、そういう中でやっぱり自分がいろんなトライをしていって、100周の中でうまくレースをまとめて15位以内でフィニッシュできれば茂木につなげられるんじゃないかなと思います。暑いわ。こんな暑さは経験したことがない。2周のローリングを終え、土屋圭一いよいよオーバルレースを初体験。おっと、ここで早くもクラッシュ発生。イエローコーションでローリングラップとなる。スタートが難しいね。周りの車かなりスピードアップしてたけど、あとはね、タイヤがどれだけグリップするかわかんないから、ちょっとね、1ターンでスピードを抑えちゃった。22番のジェームスも今回が初レース。7周目、グリーンフラッグが振られて再びレース開始。土屋はぶっつけ本番となったエンジンなどを確認しながら慎重なドライビング。一方、オーナーのジェフは6位で接戦を展開。しかしここでまたクラッシュ。43番のローン・エサールはレース出場2回目のやはりルーキードライバー。そしてグリーン。土屋のタイムは44秒台でトップから2秒遅れ。現在の順位は26位。しかし残りの周回を考え、本人は至って冷静なドライビング。トップ400メートルぐらい後ろに迫ってます。レースが30周を過ぎると土屋の後ろにトップが迫ってきた。そして33周目のターン1、トップの75番ケビン・ハービックにパスされ周回遅れ。ケビンは現在ランキング1位で優勝候補の一人だ。
44周目クラッシュにより再びイエロー。1周のペースカーランの後、土屋がピットに滑り込む。マシンの調子は上々。この時点で19位まで上がった。作業は右側の前後のタイヤ交換とガソリン給油のみ。およそ20秒のピットストップでコースに戻る。ピットインのタイミングがバッチリと決まり、50周を過ぎた時点で16位。フレッシュタイヤの威力もあってタイムも43秒台に入ってきた。しかしトップグループとの差は歴然。ちょっとプッシュされました。そのまま行ってください。後ろに来ました。アウトから行きます。アウトから行きます。容赦なく襲ってくるトップグループに道を譲る土屋。仕方なくラインを外して走るが車載カメラに注目。コース上にパーツが3台。これを回収するためこの日4度目のイエローが出る。コース上であれだけのショックを受けてマシンに問題はないか。参ったな。タイヤの癖がねつかめきれない。そしてグリーントップに出たジェフに続き各社がラストスパート。土屋はちょうどそのグループを追いかける形となり、本人の調子が上がったことも手伝ってベストタイムを連発。そして86周目。ターン3クラッシュ、ターン3クラッシュ。コントロールできないね。もうさっきからね進入でオーバーなのだからやばいなと思ってたんだけど、でもほら攻めないとね。You did a good job. 原因は異物を拾ったことによるスローパンクチャー。これではどうしようもない。優勝はランキング1位のケビン。ジェフは6位でフィニッシュ。土屋にとってこの結末は決してネガティブなものではない。マシンを壊したこと、走りきれなかった悔しさは残っている。オーバルを自分の中にインプットすることはできたはず。さあ日本に帰って茂木で特訓だ。